はい、今回はですね、人気キャンピングカーのカテゴリーである軽キャンについてとある比較をしてみたいと思います。はい、今回の比較は軽キャンの中でも実は軽バンコンと軽キャブコンっていう風にちょっとカテゴリーが分かれるんですよ。同じ軽の中でもね。で、軽バンコンの方は、私のねチャンネルの中での再生回数がね、結構高いですね。四国は香川県にあります岡モータースさんのミニチュアクルーズと軽キャブコンの方はですね、言わずと知れた今ね、軽のキャンピングカーといえばこの車っていう風になってますけどもね、神奈川県のインディアナ RV さんのインディ727、こちらの2台をですね、内装外装に分けてですね、比較してみたいと思います。今回の動画は例えばインディと、ミニチュアクルーズがどちらが優れてるかとかそういうね比較ではなくて、軽キャンピングカーね、軽キャン欲しいなと思ってね、今悩んでらっしゃる方でね、軽バンコンにしようが、軽キャブコンの方がいいのか、どっちにしようかな、多分ね悩んでる方もね多いと思います。そこで今回はこの軽バンコンと軽キャブコンが例えば内装外装でね、どのように違いがあるかっていうのをですね、悩んでる方の手助けになればいいかなと思って今回のねこの動画を作ってみることにしました。はい、この動画は最後まで見ていただくと軽バンコンと軽キャブコンがどのように違うかが分かりますので、ぜひですね動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ミニチュアクルーズの全長は 3395mm あります。インディは全長が 3390mm ですので、約 5mm ほどインディの方が短いです。車両の幅に関しては、ミニチュアクルーズも 1475mm、インディも 1475mm ですので、幅はほぼ変わりません。車両の前高については、ミニチュアクルーズが 1895mm に対して、インディは 1990mm あります。約 95mm の差がありますので、10センチほどインディが高い計算になります。車両を正面から見てみても、やはりポップアップルーフの部分が高さの違いを感じさせるかもしれません。ミニチュアクルーズは軽バンコンタイプですのでポップアップルーフしませんが、インディに関してはこのようにルーフを展開することが可能です。このポップアップルーフは軽キャブコンの最大のメリットの一つでもあります。非常に空間が広くなり、就寝スペースや立って歩けるだけのスペースも出来上がります。2台を横に並べてみましたが、やはり車の高さに関しては違いが感じられます。外装の寸法は大きくは変わらないんですけども、実際に並べてみると実はホイールベースの長さが違いました。インディの方がスペースが若干狭く小回りが期待できますが、逆にミニチュアクルーズの方が広いので走行安定感に期待が持てるかと思います。ミニチュアクルーズは両側スライドドアですので左右から出入りができますが、スライドドアですので有効寸法が非常に広いですので乗り降りがしやすいかと思います。インディのエントランスドアは左側のみになります。丸い窓がついていて非常に可愛らしい印象ですが、幅が若干狭めな印象があるかと思います。フロアの位置も若干高めな印象です。実際に運転席の方に座ってみることにしました。シートは前後にスライドしますが、今の状態では一番後ろまで下げた状態です。私が座ってもこのように天井も結構余裕があります。シートに座った時も膝と運転席周りの距離が拳2つ分ぐらいの余裕がありました。私の目線の位置にカメラを持ってきましたが、このような感じで見えるかと思います。インパネ周りは最新の軽ワゴン車から比較してしまうと若干落ちてしまいますけども、ベースが軽バン商用ベースですので、これは仕方ないかなと思います。
ただメーター周りは若干今っぽい感じはありますね。次にインディの運転席に座ってみたいと思います。こちらも同様にシートを一番後ろまで下げてますが、若干シートポジションが高いのと、シートとハンドルの位置が近いことに気づきました。高さも結構ギリギリで、私が座っても5、6センチぐらい空いてる程度でした。そして膝の間隔もミニチュアクルーズから比較すると拳一つが入るかどうかの寸法しかありませんでした。インパネ周りはやはり軽トラックベースですので、豪華さはちょっと期待できないかもしれません。運転席の視界に関してはインディもミニチュアクルーズも大差はありませんでした。セカンドシートに座ってみましたが、私がこのように座っても天井に頭がつくことはありませんでした。インディに関してはポップアップルーフを閉じた状態で座ってみました。背筋を伸ばすと頭が完全に天板につくような感じでした。ミニチュアクルーズは4ナンバー仕様ですので、構造要件上キッチンはいらないんですが、手洗いや簡単な洗い物できますので、このキッチンは結構使えるかと思います。実際に調理をしようとすると、この跳ね上げ式テーブルを出して使うことになるかと思います。軽自動車はどうしても収納スペースが少ないですが、このように収納兼化粧ミラーといったものもありますので、女性目線で考えられた非常にいいアイテムかと思います。助手席側左側にもこのようにキャビネットがあります。こちらは上部に収納棚もありますし、右側同様跳ね上げ式テーブルがあります。これはパソコンなどを置いてリモートワークなんかもできるかもしれません。ちょうど私が座っている下にはオプションの FF ヒーターがあります。吹き出し口はこちらから出てきます。インディは8ナンバーですので、キッチン設備、シンクなどは必要です。調理台のスペースも結構広く、簡単な料理なんかもできるかもしれません。蛇口も引き出し式で外にも使えますし、シンクの大きさもミニチュアクルーズより広い印象でした。給水タンクはこの右側キャビネット下に収納されております。タンクの出し入れをするときはこちら側から行います。排水タンクは運転席側後ろ、この下部についております。インディの給排水タンクはエントランス入ったすぐ右手側、助手席側にあります。ベッド展開は簡単で、まずセカンドシートをこのように下に入れ込みます。入れ込んだシートの上に4分割のマットを置いてあげるだけでベッドは完成です。このベッドマットもただのマットではなくて、寝心地を計算された専用設計のものになります。撮影時は11月なんですけども、このように雪が降ってきました。実際にこのように寝てみましたが、運転席助手席を前までスライドさせると、私が寝ても頭に少し余裕がある程度です。軽キャブコンのベッド展開はバンコンタイプから比較すると手順が若干多いかもしれません。今回のこのタイプ L のインディに関しては、この収納ボックスを開けて背もたれマットをここにはめ込みます。そして付属しているこのパイプを横に渡し、マットを
乗せていきます。実際にインディにも横になってみることにしました。何より開放感がありますので、大人の方が2人こちらに寝ても問題ないサイズかと思います。ポップアップを開けるときは圧力を抜けるように窓かドアを開け、このバンド2本をまず外します。そしてアシストグリップを握って、このように簡単な力でもポップアップルーフは開けることが可能です。ポップアップルーフを上げると、このように私が立ち上がっても全然頭が使える様子がありません。何より空間が格段に上がりますので、圧迫感はないですし、着替えなんかもできますよね。軽キャンのやはり一番辛いところは収納スペースが限られていることかもしれません。特にこの軽バンコンに関しては収納スペースがやはり非常に狭くなってしまいます。ですので軽キャンに積み込む荷物も相当精査しないと中を広く使えることは難しいかもしれません。ミニチュアクルーズはこのようにマットをはぐると下に収納スペースが現れます。ここにはテーブルが収納されております。高さは約15センチから20センチほどありますけども、ちょっとした小物なんかも収納することが可能です。テーブルの展開も簡単です。両方の跳ね上げ式テーブルを出して、その上にこの天板を乗せてあげると大きなテーブルの完成です。インディの収納はこのセカンドシートの下にあります。セカンドシート後方にはこのように収納スペースとしても使える場所があります。はい、今回の軽バンコン、軽キャブコン比較いかがだったでしょうか。はい、まず軽バンコンであるミニチュアクルーズのメリットなんですけども、運転席側の方はやっぱりですね、比較的スタイリッシュなインパネ周りと、そしてですね、私も乗ってみて分かったんですが、結構ね、膝先のスペースが結構広いんですよ。なので私が座っても膝も当たらないですし、頭のね、天井高も結構ありましたので、運転席助手席が結構広いんですよ。そして軽バンコンに関しては実はベース車両でターボ車を選ぶことができるんですよ。なので走りにおいて結構ね重きを置いてる方はね、この軽バンコンはターボ車を選択できるということを考えると、走りにはね結構ね力があってスイスイ走りやすいんじゃないかと思います。そしてやっぱりですね、軽自動車の中を改造してるので見た目が非常にねスマートなんですよ。キャンピングカーしてないので、パッと見た感じはね普通の軽自動車にしか見えないので、見た目のスマートさを求める方にとってみるとこの軽バンコンがねいいかもしれないんです。そしてデメリットなんですけど、この軽バンコンに関してはポップアップルーフがないので、軽自動車の中をかなり改造してる感じのね車両になりますから、寝るスペース、就寝スペースも1人か、2人が限界、結構ギリギリだと思うんですけども、1人か2人ぐらいしか寝れるスペースないですし、おのずとですね収納スペースもどうしてもね小さくなってしまうんです。それがねデメリットかもしれません。はい、片やインディ727、軽キャブコンのインディ727なんですけども、こちらはですねやっぱり室内も広いんですよ。ポップアップルーフもあるので、私が立って歩けるぐらいのですね寸法もありますし、ポップアップルーフとここの座ってるところのベッドになりますから、寝れるスペースも結構広いんですよ。でそして室内が広いっていうことは収納スペースも、広いですので、軽キャブコンに関してはやっぱりですね室内空間の広さっていうのがメリットの一つだと思うんですよね。そして軽キャブコン、このインディのデメリットといえばベース車両がね軽トラなんですよ。
軽のねトラックなんですけども、なのでターボ車をね選ぶことができないんですよね。なので走りがねちょっとねターボ車の軽自動車から比較するとちょっとですね非力な部分がね正直あるかと思います。そして見た目がやっぱりね、軽とはいえども、キャンピングカーのねスモールバージョン、ミニチュアバージョンなので、見た目がねキャンピングカーっぽいんですよ。なので見た目がね極力キャンピングカーっぽくないなっていう方からするとちょっとですね派手さ、キャンピングカーっぽいっていうような派手さがねあるかもしれません。はい、以上のですねことを考えると、軽バンコン、ミニチュアクルーズのね軽バンコンに関してはどちらかというと走りを重視して、そして見た目がですねキャンピングカーっぽくない、要は普段使いでも使いやすい車を求めている方は軽バンコンがね向いてるかもしれません。はい、軽キャブコンに関しては軽自動車枠のね寸法になるんですけども、軽の中でおいてもやっぱりですね中も広く使いたい、寝れるスペースも極力広くしたい、そしてですね車中泊やキャンプに使うための装備品だとかそういうものを搭載してね快適に中を使いたいっていう方は軽キャブコンが向いてるかもしれません。そしてなんといってもね軽とはいえ一応これキャンピングカーなんですよね。でキャンピングカーをギュッと凝縮したスモールバージョンのタイプになりますので、キャンピングカーのねこの見た目に憧れてる方、いやザ・キャンピングカーっていうのに乗りたいなっていう方はこの軽キャブコンがね向いてるかもしれません。今ねざーっと私の方で軽バンコンのメリットデメリット、軽キャブコンのメリットデメリットをねお話しして、軽バンコンに関しては走り重視の方どうですか、軽キャブコンの方は中のですね充実した設備で快適に使いたいなって方どうですかってお話をしたんですけども、もちろんですねこの動画をご覧になっている方はいろんなご意見があるかと思います。軽バンコンだってこういういいところあるよ、例えば軽キャブコンってこういうところが軽バンコンよりちょっとあれじゃないっていうのがねひょっとしたらあるかもしれません。なので私の気づかないところでいろんなところがあるかもしれませんので、もしですねお気づきの点などありましたらコメントねぜひいただければなと思います。で私のチャンネルもそんなにですねこの動画に1動画に対して何百件もコメント入るわけじゃないので、コメントいただければね必ずお答えしますので、私の知らないところ、私の気づかないところでね軽バンコンや軽キャブコンのメリットデメリットもしありましたらね、こういうのがあるよっていうのがもしありましたらコメントいただけると非常に嬉しいです。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーだとか今回みたいなね比較もしていきたいと思いますので、ご興味ある方はですねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。